せっかくなんでね、恋愛相談しましょう。つい最近2つ上の人と差しで飲みに行ったら告白されました。あまり経験がなく酒も入った状態だったので、慌てて OK をしました。相手は小学校の頃からの知り合いでめちゃくちゃいい人なんですが、私はオタクすぎて予定は甘すぎるし、お金はないしでとても相手に申し訳なく別れたいです。告白されてから4日目です。どのタイミングでどうやって断るか悩んでいます。ちなみにその方もお付き合いしても恋愛感情わからないなと思ってます。僕だとどうしますか？いやなんか、恋愛感情が湧かなくても、人と付き合っといてお得な点ってあるんですよ。それは、自分が何をしても、何かをやらかしても、無条件で受け止めてくれる。ただ抱きしめてくれるだけの存在が、一人この世界にいるっていう心に対する余裕ってめっちゃでかいんですよ。だから、なんか好きかどうかじゃなくて、そばにいてくれるだけの存在って意味で、いい人なら俺はいいと思います。どうしても断りたい、自分のために時間使いたいからみたいなタイプの人間だったら別に断ってもいいと思うけど、そういう人に次出会えるかはマジでわかんないし、自分が恋愛感情を築いた時に、その経験って生きてくるから、その人と一緒にいる経験って。だんだんもしかしたら、オタクすぎて、時間使えないけど、自分のその時間を相手にも使っていこうかなって思える時が来たら、その時は多分、自分がその恋愛感情に気づいていくタイミングだと思うんで、こっちを意識してもいいんじゃないですかね。だから別れない方がいいと俺は思ってる。会社の同期と2人で飲みに行って、そのままカラオケ行って、いい雰囲気になって、若干のスキンシップあったんだけど、全てが割り勘だったそして翌日の記憶は全くないと言われた。ダサいって思っちゃったんだけど、合ってる。あ、ダサいですね。はい。そいつダサいです。やめときましょう。はい。割り勘な時でなくて、それもその場でちょっと手出しそうだから手出しに来てるだけですね。はい。気をつけてください。以前名言で話してたおごるおごられ論争の話を聞きたいです。いや、おごるおごられ論争はもう簡単でしょ。おごるべきとかおごらないべきとかじゃなくて、普通におごるよねっていう考えを持ってる男と付き合えばいいんじゃないって思ってます、僕は。普通おごるでしょ。普通おごるんだよ。てか男って。男って性別的に、令和の時代によくないこう性別的になんか言うのは。でも、なんていうの気になってたら、おごりたくなっちゃうんだよ。男って。メンタル的に。そこで、おごらないってことは、なんかそういうことなんですよ。おごりたくなる気持ちの問題でね。まず、おごるおごられるとか、そんなことを考えてる時点で余裕がなさすぎると思う、俺は。なんか、おごるおごられ論争って言ってる男の人も女の人も、ただ余裕がないだけ。もったいない、なんか、生き急いでんのかな、人生。そんなこと言うぐらいならもっとなんか、そんなこと考えないように生きていこうよ。考えないようにっていうか、考えずに生きていけるような人生を歩んでいこうってことでね。別にメイクにお金かかってるし、衣装、服とかもお金かけてるから女の子のお金かかってるんだよとか。いや別に男だってかかってるわって、服も。別に男がめっちゃいい服着てたら女の人はおごんないんですかみたいなことになっちゃうじゃん。そういうことじゃないのよ。男の人は、やっぱ格好つけたい場所あるでしょ。別にこれは男女と関係なく、先輩はさ、後輩におごるじゃん。格好つけたくなるでしょ。で、その後輩がまた先輩になって、その後輩におごんのよ。いう連鎖を繰り返すから、こういうおごりおごられの循環ができてるわけで。なんかマジでちゃんとした友達としての距離感で男女で飲みに行くとかなら別に男がおごる必要ないと思う。割り勘でいいと思う。それは。ちゃんと友達、男女としてのじゃなくて、友達としての距離感じゃん。それはどっちも出すべきだと思う。恋愛的に気になってるだったり、ここから発展していきたいなみたいなことを考えてる時点で、男をおごりたくなるよねって話。そこはもう性別とかじゃないのよ。男女の性別とかじゃなくて、友達か恋愛かだけ。上司か先輩か後輩かそこだけ。どこで動いてるかよ。草を助けてください。付き合って2年の彼氏がいます。1年半同棲していたのですが、彼氏のストレスが溜まると首を絞められたり、暴言無視などが続き、耐えられなくなり同棲開始をしました。素晴らしい。しかしその後も恋愛関係、別れましょう。はい。離れたい気持ちがあるのですが、どうしても離れられます。彼が女性と2人でご飯に行っていたことが判明し、彼に聞いたところ、これからもう何言われても俺は行くつもりとかされても何も言わせない。こんな彼と離れられる勇気と方法をつけてください。早急にね、別れることをお勧めします、僕は。はい。どこに重きを置いてるかによるから人間。めっちゃ金持ってるとか、めっちゃ顔イケメンとか。で、もうそこ絶対に譲れませんみたいな人で、そこを第一の価値観に持ってるならいいけど、やっぱ、結局、優しくて面白い人は強いよ。もちろん顔もお金もめっちゃ大事。だけど、お金持ってて、優しくておもろいやつが結局最強だから、マックスで。優しさがない男はやめた方がいいよ。絶対に。いるから。優しいだけの男ならめっちゃいるから。優しくて、お金持ってて、面白いが少ないだけで。優しくて、イケメンもまあいるだろうし、優しくてお金持ちもいるし、優しくておもろいだけの人もいるし、優しいだけの人でもいいけど、ないから、そいつ。優しいが抜けてたら無理だから。
みんなはね、優しい人見つけられませんみたいに言うけど、それはね、優しい人が男としての魅力を感じないからみんなが行かないだけで、います、優しいだけの人なんていっぱい。でも女の人がときめくようなタイプの男の人って、やっぱ優しいという要素よりも、そうじゃない要素が強い人が多いだけね。だからなんか結婚とかを真剣に考えるような年齢になって、本気で自分の人生のパートナー探したいなってなってから気づくと思う。こういう男がいいなみたいな。まあ若いうちは好きに恋愛してていいと思いますけど、旅行で歴史物とか建造物とか見てどう楽しめばいいかわからないです。食べ物にあんまり興味がないんですが、友達とかと旅行行った時距離困ります。どう楽しめばいいですか？うわー、俺はね、大好きなのよ。歴史建造物とか、そういうもの見るのって。まあ、なんで好きかっていうと、あまりにもそこでしか見れないから好きなのね。例えばだけどさ、別に歴史的なものじゃなかったとしても、信じられないぐらいでかい宇宙船がじゃあ置いてある場所がありますって言ったら、絶対見に行きたいっしょ。何がおもろくて、何が楽しいかもわかんないけど、とりあえず見に行きたくならん。そういうのと一緒でなんか、歴史的なものって見れないんだよな。やっぱあんまり。身近では。だから、見たいだけ。俺が昔作られてたのか。深い。みたいなのは全くないよ。うわ、すげーってぐらい。うわ、めっちゃでかーみたいな。古ーって感じ。古さがおもろいよね。古すぎておもろくない？冷静に考えてさ、500年前のものとか古すぎだろ。おもろくね？ 500 年前のもの。だって2000年にガラケーが流行ってて、2010年にスマホが流行ってるんだよ。1990年はポケベルで。ここ20年で、ポケベルからスマホまで行ってんだよ。なのに、その25倍の年月分のものが残ってんだよ。ちょっとさすがにおもろくない？意味わからんくない？ 500 年前のものって。500年前に生きてた人がいるんだぜ。そういう楽しみ方をしてもいいんじゃないですか。でもね、やっぱ食べ物よ。旅行は食べ物。歴史物とかは、なんか時間潰すために行くのよ。やることないこと多いから、結構旅行って、リラックスする以外ではあんまり遊園地とか行かない限りやることないから、そういう時にそういうのちょっと行って、なんかすごかったなーみたいなのだけ感じて、で、飯食うのよ。時間潰しやから、ほんと、スマホいじってる時間よりは有意義でしょ。それだけ。今までの人生、好きなアイドルと繋がるとして結果ただの紐になってしまったり、20歳と聞いて数回デートしてたら、実は17歳なんだけど、ここにしてやと言われたり、紐運がすごいです。ちゃんとした恋愛がしたいと思っていて、僕は現在メンズオンカフェの、ともにお金を使ってます。お金という安心材料に余ってる自分に買っておください。でもガチカツ行くと、それは別に運がすごいんじゃなくて、普通に紐引きに行ってて紐引いてるだけです。外れしかない夏祭りの宝くじ引いて、外れ出たーとか言って、うんねーって言ってるのと一緒ですね。なんか多分あなたの恋愛的な基準、相手を好きになる基準が顔とかそういうところに重きを置いてると思うんだけど、今顔を重きに置いてんなら紐の部分、だから言ってしまえば性格の部分だよ。諦めなきゃいけないし、何を取って何を取らないか、全部あるやつもいるけど、全部あるやつが顔だけを狙ってる自分を選んでくれるなんて思わない方がいい。もしその紐が本当に嫌で、ちゃんとした恋愛がしたいって言うなら、もっとなんか性格とかお金とかで人を選べるようになった方がいい。顔がいい人がクズな男が多いんじゃなくて、顔だけで狙いに行った結果、いける男がクズなことが多いだけだ。別に顔が良くて性格いいやつは全然いるよ。なんて捉えたらいいんだろう。逆説的に捉えるというか、